柔道の精神、我々はね柔道の心っていうのは和の心に似てると思いますけども、お互いを結びつけるものがある。やっぱ美しさだと思うんですよね。日本の柔道が他の国よりじゃあ何が優れてるかって言ったら、他の国の方も一本取る選手はいっぱいいるし強い選手もいっぱいいるけど、やっぱ日本の選手の試合とかはやっぱ美しさがあると思うんですよね。それは何でかって言ったら基本を大事にして小さい時から育ってるので、その基本を何回も何十回も何百回もやって、さらにそれを美しく綺麗に入るっていう練習をしていて、それが体に染み込んでいて、パッと入る一瞬にそういうのが垣間見れるのかなと思いますね。So I would say the link between judo, kabuki, tea ceremony, calligraphy is the Japanese way of teaching, which is this method of replication. And you basically watch the teacher do the motion, and then you replicate the motion. And you do this again and again and again. This is why I think the Japanese are so good at judo and have been even though judo's become internationalized, is because they will practice uchikomi, which is basically fitting in, practicing the throws 100 times, 1,000 times, 10,000 times. From the age of 6 years old to the age of 16, how many thousands of repetitions? And this is how you perfect your technique in judo. And in the other arts, whether they're the fine arts or tea, it's the same idea of repetition to perfection. 海外と日本の練習の違いっていうのは、まず練習時間の長さっていうのが全然違うなっていうふうに私は感じました。去年スロベニアの方に短い期間だったんですが練習に行かせていただいて、その時に本当に短時間ですごく詰めた練習をするのは海外の練習だなっていうふうに感じました。すごく練習量をやるんですが、本当に短い時間でしっかりきっぱり割るっていうのが海外で、日本は本当に長い時間とにかく量をこなすっていう練習の仕方だと思ったので、そこは本当に違いだなっていうふうに感じました。日本人の強さはやっぱりその反復であったり、それをするのにやっぱり忍耐強さっていうのはとても必要だと思うので、両親に受けた教育、ちっちゃい時から私たちの環境はもう厳しい練習、長い練習で、とにかく忍耐が作れる環境だったなっていうのをすごく思います。日本選手の強さってあると思うんですね。なんか外国の選手とのリーチの長さだったり、あとパワーの違いだったりっていうのはすごく感じてたんですけど、例えば中国の選手を見た時にすごく体幹が強いんですよ。で韓国の選手はすごくスピードがある柔道をするっていうのを見てて、日本人も同じアジア人だから体幹の強さ、スピードの速さもできるなと思ったんですね。で外国のヨーロッパの選手と比べるとやっぱ日本の柔道選手はちっちゃい頃から柔道してて、体幹の強さの中に柔らかさがあったり、あと重心の移動の仕方がすごく海外の選手と比べると繊細というかっていうのはすごく感じてて、やっぱそういうところを細かい技術を生かしていくっていうのは日本選手の強みかなっていうのはすごく感じてます。私は2013年にブラジルのサンパウロに転勤という形でもう兼ねて留学していたんですけど、やっぱり日本と比べてその
短期集中でこう出し切るっていう練習なんですね。で2分間の休憩があってでもう一回バッて出し切るっていう練習が多かったです。なので本当に瞬発力も強いですし、やっぱブラジル人がもともと持っているその身体能力っていうのがすごくて、日本人はやっぱりどっちかっていうと、瞬発系というよりはこう忍耐というか、持久力っていうかスタミナっていうかそういう面が強みだと思うんですけど、そういう面で違いを感じた。I think for the Japanese in terms of the Olympics, judo is really important because first thing, it really represents the Japanese culturally. And then when you look at the medal haul, you realize they've had great success. Now you do have Olympics where the Japanese had really bad results. One of them would be London where they only won 1 gold medal. And there was some consternation. Has judo changed? Why did we not win more medals? And so it really gets to the heart of Japanese identity if they can't pull a lot of medals in judo. はっきり言って世界の柔道のレベルは非常に高くなってます。私の頃と今とどっちが世界で勝つことがオリンピックで勝つことが難しいかって言ったら間違いなく今の方が難しいです。我々にとってですね、4年前のロンドンオリンピックは、いわばあってはならないというか、男子においては金メダルゼロというですね初めての経験でした。そういう中で我々が取り組んだことというものは一からいろんなものを見直して、そして一つ一つのことをがむしゃらに精一杯やっていこうというところからのスタートだったんではないかなというふうに思ってます。例えば新しい指導法というところにおいては海外の選手たちが行っているような柔道の技術だとか練習方法というものもいいものはいいというふうに認めて、そういうものを取り入れていったというところは非常にあったように思います。例えばロシアの選手は、そのロシアの国技であるサンボ、そういうものを少し勉強させてもらったりとか、日本で始まった、柔道だと別に他から学ぶ必要はないという目線ではなくて、それを日本のこの柔道文化に少しずつ取り入れていったというところが、一例としては、あったかなというふうに思ってます。一方ですね、2020年はですね、久々に日本でやるオリンピックですね、やっぱり日本国民の期待も高いです。柔道発祥国のプライド、これをかけるお手本を見せると、そうすると非常にいいパフォーマンスが出た時っていうのは美しいんですね。技術の完成度の水準が高ければ高いほど、もう素人の人が見ても玄人の人が見ても非常に何か打つものがある。リオオリンピックで悔しい思いをしたのは私だったので、その悔しい思いを晴らすのは本当に同じオリンピックという舞台だと思ってますし、それが東京だっていうのがとても嬉しいことだと思っているので、私は必ず東京で優勝したいなっていうふうに思っています。世界で一番強いっていうことを証明しないといけないと思ってるんで、2020年のオリンピックの時には誰もが阿部一二三っていうぐらいの存在感表して圧倒的に勝ちたいなって思ってます。どんと構えられてたところももうそういう追いかける立場にもなりつつあるので、そういった面では日本ももう一進化することになると思います。